こんばんは。はるです。今回は TOTY アイコンティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。TOTY アイコンチーム2が開始されたことで、TOTY アイコン全員が出揃ったということになってます。なのでもちろんね、その配送選手だったりとか SBC 目標で来ている選手をティアリストにまとめてます。それでは早速紹介をしていきます。こちらが TOTY アイコン選手たちのティアリストになってます。前回チーム1で別で紹介をしたんですけれども、そこからプラスをしてチーム2の選手たちになってますね。D と C には誰も入れていないということになっていて、B ですね。B はですね、TOTY アイコンのチェフになってます。こちらチーム1で来た選手になるので、チーム1で別で紹介をしてます。続いては A ですね。A はですね、TOTY アイコンのシャビ、そしてゾラ、そして TOTY アイコンエッシェン、ラームと、この4名になってます。前2人、シャビとゾラに関してはチーム1という風なことで、今回新たに追加をしたのはチーム2で来たエッシェンとラームになりますね。エッシェンに関しては、かなりこの人も強化をされました。パス面の改善というのが若干、見られますね。ただ視野がちょっと低めなので、スルーパス一戦みたいなのはちょっと難しい選手にはなります。で、また敏捷性だったりとか、ドリブルの数値っていうのはそこまで高くはない選手にはなってしまうので、ちょっと重さっていうのがあったり、しますね。エッシェンが正直軽かったらかなりいい選手にはなるんですけれども、人によってちょっと遅いなとか呪いなって思うとこはボールを持ってる時にはあるかというふうに思いますね。ただペースもありますし、守備能力だったりとかフィジカル能力っていうのはボランチの選手としてしっかり、してますし、 AI 面もね賢い選手にはなりますので、普通に強い選手になります。またジョッキのプラスだったりとかがついていることによって、本当そのボール持っていない時の守備のとこの動きっていうのは非常に、素晴らしく改善をされているので、かなり強いなというふうに思いますね。で、そして続いてはラームですね。ラームに関してはですね、サイドバックっていう風なことよりかは、ボランチだったりとかで使うのが守備的な、中盤として使うのが一番いいと思いますね。ちょっとカンテっぽい感じで使いこなせると思います。軽さがありながらインターセプトとかその AI 面賢さで勝負するみたいな感じですかね。ラームに関しては本当ベースの頃からかなりこの人も強化をされて、特にペースなんかはですね、7上がりぐらいかな。ぐらいされてるので、かなりより速さっていうのを感じれる、そんな選手になってますね。守備面だったりとか、あとはドリブル、パス面だったりとかは素晴らしいですし、もちろんペースのところは速くなってますね。あとはプレイスタイルのところでパス面、ロングパスがついていたりとか、容赦なしついてるというのは非常にでかいなと、思います。気になるところで言うと、フィジカルのところで、ちょっともう一歩行ききれないなっていうところがあったり、するぐらいで、そこまで、やっぱり普通に強さを感じるところで、全然弱くはない選手になりますね。値段も100万ぐらいだと思うんですけれども、全然価値はある、そんなカードにはなりますね。で、そして続いては S ですね。S はですね、ビエラ、そしてリベリー、SBC で来ましたベスト、そして R9。こちらがチーム1までの選手になってます。そしてここからがチーム2の選手。今日 SBC で来ました澤穂希、そしてリオ・ファーディナンド、マテウス、ミヤハムと、この選手たちになってます。後ろ4名ですかね、がチーム2の期間に来たっていう風な感じになるんですけれども、まずは SBC で来ました澤穂希ですね。澤に関しては本当に強さがあります。OVR 的にはプラス2上がりかな、全体でされていて、体感だけプラス4という風なことになってます。もちろんフィジカルの部分もうちょっと欲しいなっていう風に思ったりとか、スキル逆足のアップグレードっていうのも なされてはないので、どちらか5だったらいいなっていうのは思います。ただ正直それ以外はですね、もう完璧な選手になりますね。パスはうまいし、ドリブルも軽いし、守備も全然できる。特にインターセプトとかも普通にしてくれる選手で、タックルもね、あんまり貫通は、しない選手には今の現環境になってますし、シュートに関してもかなり決定力高く決めてくれる。冷静さも95なんで、非常に、いいシュートを決めてくれますね。で、かつスピードに関しても全然遅くない。むしろちょっと速い。スピード感をね、感じるような、選手にはなりますし、クイックステップもね、ついてはいるので、全然遅さを感じることなく、攻守に動き回ってくれるっていう選手になりますね。で、そういう選手がスタミナも97あって、容赦なしのプラスも備えてはいるので、本当になんかずっと使ってても1試合持つっていう、そういう選手になります。値段120万ぐらいかな、SBC で作れるんですけれども、個人的には日本人としてっていう風なところを除外してもですね、
作るべき、そんなカードにはなってますね。で、そして続いてはリオ・ファーディナンドですね。リオに関しては TOT アイコンでめちゃくちゃ強化をされてます。プラス5上がりかな、ベースから比べると。なので本当に別人級に変わってはいますね。今の現環境、自分のスカットにはベースのリオがいるんですけれども、やっぱちょっと若干物足りなくなってきた。予測ついてるんだけど、ただちょっと貫通したりとか取り切れなかったりとか、するところがあったので、その中でこういう強化カードが出るっていうのは非常に嬉しいですし、本当にめちゃくちゃ変わってるという風に感じますね。で、プレイスタープラスの2つのところでスライディングのね、プラスもついてはいますし、主演に関して他のところエアリアルだったりとか、ブルーザーとかジョッキついたりだとかするので、インターセプト以外はついてるかなっていう風なところですかね。で、また、パワーヘッダー、ヘディングのところもついてはいますし、ジャンプこそ低いですけれども、意外とコーナーキックから点を決めてくれる、そんな選手にはなりますね。あとはドリブルだったりとか、パス面っていうのがそこまでうまくはない選手にはなってはいたんですけれども、プラス5上がりされたことによって、改善は見られているなという風な選手になりますね。冷静さも96あって、積極性、リアクションも非常に素晴らしい選手にはなってますので、かなりトップメタの、センターバックに生まれ変わったなというふうに思いますね。で、そして続いてはマテウスですね。TOTY アイコン。こちらもですね、もちろん強化をされていて、ベースの頃からはプラス3上がりかなをされてます。なので非常に強くなったなっていうようなことで、今でもベースのマテウスっていうのは十分使える選手でメタ選手にはなりますし、100万もね超えてはいる選手にはなるので、そこから単純に強化をされると、値段も高くですね、強さがある選手になります。こういった本当軽くて、守備もしっかりできて、シュートも打てるっていう、そんな選手にはなるので、かなりね、おすすめの中盤の選手にはなりますね。なんで結構、サワと似てるかなっていう風な感じですかね。ほんと軽さがありながらっていう風な感じ。あとはスピードもありますので、で、ちょっと小さめな選手なんですけど、意外とフィジカル気にならへんっていう、ちゃんと取ってくれたりとかするっていう、そういう守備力もね、ある選手にはなるので、かなり個人的には本当に軽くて強いっていうのを体現してる、そんな中盤の選手にはなります。なので非常におすすめで、ペースもね、これだけ上がれば、ちょっともったいないかもしれないけど、サイドバックとかとして、使えるっていうのもいいのかなというふうに思います。またスキルも、3から4になったっていう風なことで、ちょっと前線にも上がっていけるようになったという風に思いますね。プレイスタイルに関しては、どうですかね、パワーシュートとデッドボール、フリーキックのところ、若干、もうちょっといいプレイスタイルプラスだったらなっていうのは思うんですけれども、ただ、普通に、いい選手になりますし、もう明らかなメタ選手ともトップメタの選手にはなりますね。そして続いてはミアハムですね。ハムに関してもベースでも今でも十分強いですし、値段は高い選手になりますね。そこから普通に、プラス1上がりですけど、値段はかなり高く価値があるカードかなと思います。もともと55という風なところがこの人一つ特徴ですし、ラピッドのプラスになったってところも非常にでかいなという風に思いますね。で、また他のプレイスタイルではクイックステップとか容赦なしとかもついてはいる。あとは今週もついてたりとかするんで、本当に小さいし、速いっていう、そういう選手になりますね。本当女子版のペレみたいな感じですね。本当自分が毎回言うのは。本当にそれぐらいめちゃくちゃ強い選手にはなりますし、何でもできますね。で、あと、フィジカルの部分でもちょっとあるので、ちっちゃいんだけど、あまりフィジカルで負けないというか、相手を寄せ付けないみたいな力があったりする選手にはなるので、やっぱりめちゃくちゃ強いなと思いますね。で、またテクニカルついてはいないんですけど、コントロールスプリントでね、全然運んでいける。これだけの能力があれば、できる選手にはなりますし、パスを出せる、そのチャンスメーカーとしての役割でも全然果たせる選手にはなるので、もっと前線どこで使っても輝けるという、そんな選手にはなりますね。こちらが TOTY アイコンの手荒になります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいのだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。